皆さんこんにちは、バリカンです。今回の勝手に甲府応援隊は今どこに向かってるかというと武田神社です。甲府駅から、歩いて直線で30分ぐらいですかね。今武田通りを歩いているんですけれども、見てください。ちょうどね、桜が満開。いやー綺麗だなと思って、ちょっとこの辺もね撮影しなきゃもったいないなと思って今カメラをつけました。いや素晴らしいですね。ちょうどいい時期に、来たと思います。車の量も多いんですけれども、一度ね歩道もありますんでね。しかし見事な桜並木ですね。この辺は甲府市武田という地名になりますね。武田神社は甲府中町というところにあるんですけれども、今右にこう建物がいくつか見えてきましたけれども、これが、山梨大学のキャンパスなんですよね。そういったこともあって、この大学を中心にいろんな学校や、学習塾なんかがね、この辺はかなり多くて、甲府の文教地区なんて呼ばれているんですよね。いやーでもこんな綺麗な桜の中を、通学できるなんて、いや幸せだな学生さんたち。綺麗だな。じゃあ梨種工学部ですかね。歩きながら今から向かう武田神社の、簡単な歴史をちょっとお話ししていこうかなと思います。以前の動画でもうちらっと話をしたんですけれども、武田神社はもともとは武田信虎が築いたつつじヶ崎館の跡地に建てられているんですよね。現在その跡地はつつじヶ崎館跡ということで国指定の史跡にもなっております。もちろんその館の歴史で言えば1519年に信虎がこの甲斐の国を初めて統一して国の中心をその館に持ってきてですね、そこで政務を始めたのが最初です。ところどころに当時の城下町、甲府のどの武将が住んでいたなんていう看板もあったりするんですよね、この通りには。ですから武田神社を中心として武家屋敷が戦国時代はこの辺に並んでたんですよね。で信虎の後も、信玄、勝頼と、武田三代が約60年間、国の、政務の中心地としてその館を使っていたんですけれども、1582年に勝頼の
方が、現在のですね、韮崎市に、新府城という、お城をですね築いたことをきっかけに、政務の中心、武田氏の中心は、一時的に、そちらに移ります。くしくもその1982年というのは、武田氏が滅亡した年と言われている通り、築城して間もなく、織田勢に攻められてですね、城は、焼け落ちて、そのままその年に武田氏は滅亡という形になってしまいました。ということで、館はですね、もちろんそのまま残ってましたので、その後、甲斐の国に入ってきた、例えば織田氏や徳川氏によってですね、政務の中心地として相変わらず、つつじヶ崎の館が使われていたそうです。しかしながらですね、現在甲府の中心には立派な石垣がある甲府城っていうのがあると思うんですけれども、ちょうど山梨県庁の隣にありますよね。甲府城が、1590年ぐらいに築城されたと、言われてはいるんですけれども、その頃に政務の中心地は、向こうに、移ってしまったんですよね。そうしたこともありまして、それ以降は、その館は、廃城というような形になってですね、記録によると、江戸時代にはですね、親方跡とか、古城なんていう呼ばれ方をしてですね、旅行者がですね、武田氏を忍んで、観光がてら見に来る、そのような場所だったようです。正式にどういうふうに使われていたかっていう記録はちょっと、詳しくは分からなかったんですけれども、そんな形で館の後は、1990年頃にはもう誰も住んでいないような状態になっていたようです。さあ、山梨大学北。いやー、なかなか坂道なんで歩くと結構疲れますね。でもいい運動になります。特にこの桜を見ながら歩くなんて最高じゃないですか。今日は天気もいいしね。さあ、奥に、本当に奥にうっすらちょっと見えてきたかな。もうちょっとだから頑張って歩いてみましょうね。余談ですけれども、こういう武田通りのポール、これにもね、全部こうやってね、武田菱が描かれているんですね。なかなか細かいところまで武田氏が入ってますね。せっかくなんでね、
反対側も渡ってちょっとしていきたいなと思いますよ。さあメインの武田神社です。あ、屋台なんかも出てますね。信玄ミュージアムがすぐ目の前にあります。さあ館跡ということですのでね、皆さんはどんな姿を想像してたかなとは思うんですけれども、館といっても見てください。この立派な石垣、そして大きな堀。今は一部しか残ってないんですけれども、幾重にも当時は堀があったと言われています。人は城、人は石垣、人は堀なんて言葉があって、生涯お城を持たないと言われた武将なんですけれども、信玄はこれを見ても十分お城と言える規模だったんじゃないでしょうかね。さあ鳥居です。そもそもこの館跡になんで今武田神社があるのかなっていう疑問になるんですけれども、さっきも言った通り江戸時代はもう政務の中心も他に移ってしまったので、誰も住んでいない館跡ということで、この辺は何もなかったか、古い館が残ってたか、そういった形で人は住んではいなかったんですけれども、大正時代に入って
大正天皇のご即位に際してですね、大正4年、1915年に武田信玄公墓前に従三位追贈が、報告されました。それをきっかけにですね、県民から信玄公を、お祭りした神社が創建したいという、そういう機運が上がりましてですね、皆様の常在がありまして、1919年、大正8年に今見えていますこちらの社殿が完成しました。いや素晴らしい。ちょっと全体をね回してみましょう。いやこうしてみると、荘厳というのがまさにふさわしい、信玄公を思わせるような重々しさも感じますね。早速お参りしてみましょう。ここに武田信玄公が祀られております。風林火山、大きな灰ですね。100名城スタンプっていうのもあるんですね。創建が1919年なんで、2019年に、ちょうど創建から100年を迎えました。それを見てみましょうかね。鶏がいますね。ホッケーかな、これは。名水姫の井戸、こちらちょっと見てみましょう。武田水金窟なのもありますね。こちらが姫の井戸と呼ばれています。年に一度水質検査を実施しているので、飲用可能ということなんで、そのままいや、冷たくてまろやかな感じで
とっても美味しいお水ですね。武田氏が住んでいた頃からあった井戸なんでしょうね。舞台もありますね。そして社殿の隣には、今こちら看板にちらっと見ましたが、宝物殿もあります。こちらの中には、国の重要文化財に指定されている吉岡一文字という太刀ですね。それをはじめとして武田氏にまつわるお宝がたくさん所蔵されています。神社に来た際はですね、一度皆さん見てください。ちなみに休館日は水曜日となってます。聞こえてるかな、皆さん。鶏の声がね時々入って、いい声で鳴いてますね。
さて今神社を参拝して、こちらの方に下ってきたんですけれども、来る時にもちょっと映ったと思うんですけれども、この武田神社の目の前にこういった建物があるんですよね。これ甲府市武田市館跡歴史館、通称ですね信玄ミュージアムと呼ばれている場所です。2019年にこちら開館したばかりの新しいミュージアムなんですけれども、武田市の歴史や館から出土された、展示品などが常時見られるようになっております。もちろん特別展もありますので、より専門的に、歴史を知ることができるというミュージアムになっています。ちなみにこちらは休館日は、火曜日となっております。映しても大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。館跡の歴史ですね。武田三代の後、織田勢、徳川家、豊臣家、こういった展示が常設で見られるようになっております。ありがとうございます。先ほどの甲冑は信玄公生誕500年記念で寄贈されたものなんですね。はい、というわけで今回は武田神社を紹介しました。館の歴史から武田神社の創建までの簡単な、歴史をお話ししましたけれども、信玄公がいかに、地元の皆様に愛されているか慕われているかっていうのが本当に分かりますね。いや私も何度も来ているんですけれども、いつ来てもやっぱり癒されるし元気づけられる、そういった場所になっています。皆さんもぜひ一度来てください。はい、このチャンネルではこういった甲府のさまざまな魅力をこれからもお届けしていきますので、よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。今日はご視聴ありがとうございました。
バリカンでした。